はい、人間の皆さん、こんにちは。IT 系文字バーチャル YouTuber のくれないです。今日はね、同種写像暗号という暗号技術について紹介していく。今日は、初心者向けにね、鍵交換って何っていうところから、同種写像暗号ってどういう風な暗号技術なのっていうところの概要を、知れるような内容を作ってきたので、最後まで見てくれると嬉しい。それじゃあまずは、鍵交換って何っていうところから説明していく。リフィ・ヘルマンの鍵交換っていうものを説明するんだけど、知っている人がいたら動画に書いてる時間までスキップしてほしい。リフィ・ヘルマンの鍵交換っていうのはどういうものかっていうと、アリスとボブがいて、この2人の間で秘密の値を共有するっていうことをしたいわけ。ただ、インターネットの通信っていうのは全部ね、盗聴されてるかもしれないから、全部盗聴されてる前提で、アリスとボブの間で同じ値を共有するっていうところが鍵交換の目的で、一回同じ値を共有したらそれを使ってね、共通鍵暗号で暗号化すればいいんだけど、それまではね、一工夫が必要ですっていうところだね。で、その中で一番簡単な暗号技術がリフィ・ヘルマンの鍵交換って言われるものなんだけど、まずね、アリスとボブのでそれぞれでシークレットな値を生成する。で、その後アリスは G の A 乗モッド P、ボブは G の B 乗モッド P っていうものを求める。この P っていうのは共通な値。G も共通な値だね。で、この A と B の値から、アリスのシークレットの値、ボブのシークレットの値は、離散対数問題を解くのと同じぐらい難しいから、難しいという風にされているわけだね。で、この A と B を、こんな感じで、交換する。で、その後、交換した値を、アリスはラージ B の A 乗、ボブはラージ A の B 乗という風に求めると、最終的には、G の AB 乗、G の BA 乗っていう形になって、アリスとボブの間で同じ値、今回はラージ K の値を共有することができるっていうわけだね。これを、別の図で置き換えてみると、こんな感じ。アリスとボブは同じ、G っていう値からスタートして、アリスは G の A 乗、ボブは G の B 乗っていうのを求めて、最終的には、もう一回ね、G の B 乗を A 乗、G の A 乗を B 乗するっていうことをして、同じ値に合流する。こんな感じの図が書ければ、ざっくり鍵交換ができるっていうイメージだね。それじゃあね、今から同種写像暗号について説明していくんだけど、同種写像暗号を説明する上で楕円曲線の理解がちょっと必要なんだよね。で、過去に、この楕円曲線暗号の動画を出しているので、もしね、今から言うキーワードがわからない人は、楕円曲線暗号の動画を見てからこっちに戻ってきてほしい。具体的に知っておいてほしいキーワードは、無限円点、楕円曲線の点の加算とスカラー倍だね。これは最低限分かっていてほしい。わかんない人は過去の動画に GO。 というところで、このあたりが分かっている人向けにこれから説明していくね。で、まずその同種写像暗号ではよくね、この右上の形式の楕円曲線、パターンが使われている。よく使われているのが y2 乗イコール x3 乗プラス x プラス b の形なんだけど、同種写像暗号では y2 乗イコール x3 乗プラス x2 乗プラス x っていう形が都合がいいのでよく使われている。ここではなんでこの形が重要なんですかっていうよりは、これも楕円曲線の一種なんだよっていうところをね、知っておいてもらうぐらいで大丈夫。で、この A の値をね、変えていくと、ほら、よく見る形になるでしょ。こんな感じで、これもね、楕円曲線なんだよっていうところをね、知っておいてほしい。それじゃあ、楕円曲線の形は A で決まるんだよっていうところをね、知ってもらったところで、同種写像暗号では、どうやってね、鍵交換をするのかっていうところを、概要を先に、可感図式で紹介しようと思う。で、楕円曲線暗号の方では、こんな感じでね、楕円曲線があって、その上の点の位置を共有したりとか、それを使って暗号化をしたりとかしてると思うんだけど、同種写像暗号では、この楕円曲線の形そのものを変換したりとか、あとは共有したりとか、そういったことをしていくわけだね。で、
リビー・ヘルマンの鍵交換では、最初にね、G っていう整数から始まってたと思うんだけど、同時多項暗号では、まず、このね、基準となる楕円曲線を決める、ブロードキャストして、公開するっていうイメージだね。これでスタートしますよっていうところを決めて、その後、アリスとボブは自分のね、持ってる秘密の関数を使って、この楕円曲線の形を変える。で、この EA と EB をアリスとボブの間で共有する。リビー・ヘルマンの鍵交換で G の A 乗と G の B 乗を共有してたと思うんだけど、それと同じ要領で E の A、E の B を共有するっていうイメージだね。で、その後、交換したやつ、それぞれに対して E の B に対して、アリスの関数、E の A に対して、間違えた。E の B に対して、E の A に対してボブの関数を適用することで、最終的には、アリスの関数、ボブの関数を通ったものと、ボブの関数、アリスの関数を通ったものは、同じ形の曲線になりますよっていう風なのが、ざっくりとした、イメージだね。じゃあちょっと話がざっくりしすぎて難しいところがあると思うので、これから詳細に説明していくことにしよう。まずは、共通の楕円曲線 E0 から、ある関数を使って、EA に形を変換しますよっていうところから始まってたと思うんだけど、これについて説明していこうと思う。で、このファイの正体っていうのが、まさに同種写像って言われているものだね。で、同種写像のうちの写像っていうのは何なんですかっていうと、簡単に言うと、あるものとあるもののマッピングをするっていう意味だね。例えば、左に楕円曲線がありますと。で、ここのすべての点をこの下の関数のルールで変換してあげますよ。この前の点の集合とこの後ろの点の集合をね、左から右に関連付けますよっていうのが、ざっくり写像っていうイメージだね。で、同種写像暗号でやりたいことっていうのは、この左のね、楕円曲線の形からスタートして、で、ある特定のルールで、こんな感じでね、x は x マイナス x 分の 1y は x2 乗分の x2 乗プラス 1y っていう風なルールを使って変換したら、行き先の点の集合っていうのが、なんと、楕円曲線の上に乗ってますと。こうどんなパラメータでもいいんだけど、楕円曲線の上に乗ってるよっていうところのファイを探したいっていう風なイメージだね。もうちょっと詳細に説明していこう。もうちょっと詳細に説明すると、このファイっていうのは、楕円曲線から楕円曲線への写像でなければならない。つまり、こんな感じ、さっきみたいなね、関数があって、その行き先っていうのが、全部楕円曲線の上に乗ってないといけないっていうところだね。で、この行き先の楕円曲線は別にどんな形でも大丈夫。で、かつ、無限点は無限点のまま、マッピングして、で、このファイっていうのも、すごい特殊な関数じゃダメで、有利関数。この下ね、書いてる fx と gz が有利関数で、こういう風に写像できますよっていうものじゃないとダメ。これらの制約を満たすような写像を探すっていうのが、同種写像っていう形だね。で、こういう風に作ると、一個面白い特性が出てきてて、例えば、P と Q を足したら PQ っていう点がありましたと。で、これをファイを使った後の世界でも、綺麗にね、一体採用するみたいなイメージだね。で、これを、下の黄色の式で表すと、ファイの PQ、P プラス Q っていうのは、ファイ P プラスファイ Q。これどういう意味かっていうと、この P たす Q を左で計算した結果と、右側のファイ P とファイ Q を計算した後の結果っていうのは一致しますよ。つまり同じの形になりますよっていうのを、下の式で表しているようなイメージだね。これが、準同型性って言われているものだね。じゃあ具体的にどうやってこの同種写像ファイっていうのを求めるのかっていうところを説明していこう。アリスは、アリスとボブ共有の E0 っていうところからスタートしてたよね。で、その後、アリスは、点 P を見つけるんだけど、どういう風な点かっていうと、例えば、8回で一周してくるような点だね。で、例えば P2、P3、P4、P5、P6、P7、P8、P で、P に戻ってくるような点を探すっていう形。で、この8っていう部分が、プロトコルからね、何周で、
なんか何回で、一周するような点探してくださいねっていうのが指定があるから、それをアリスが探すっていう風なイメージ。結構その論文とかでは、8周の8の部分は変数 L で表されてることが多くて、で、この P2、P3、P4、P5、P6、P7、P8、P みたいな全部の点を、G で表してることが多いね。で、この元の楕円曲線と、この P から 8P までの点だね、たちをこのベルの公式点に与えてあげると、行き先の、楕円曲線と、このファイっていうのが求まるっていうイメージ。で、実は、こういう風に生成したファイには一つ特徴があって、ちょっと専門的な用語を使うと、G を角にするような写像を求めるっていうことだね。で、角にするっていうのはどういうことかっていうと、行き先の楕円曲線の世界で無限点、0になるっていう点だね。いろいろ言ったんだけれども、ここで押さえておいてほしいのは、y っていうのは元々の楕円曲線 E と、あとはね、ここの、ぐるぐる回る点 G から生成されるんですよっていうところと、あとね、この G を角にして生成されるんですよっていうところだね。で、G を角にしてっていうところは、ちょっとね、難しかったかもしれないんだけれども、このファイを作るためのパラメータの一つだと思っておいてもらって大丈夫。だからイメージつかなかった人は、ロボットのコアみたいになってるんだな、みたいな。それで動き続けてるんだな、ぐらいの認識で一旦大丈夫です。で、ファイを求めたら、アリスは E から E' を求めて、この E' をボブに送信するっていう風なイメージだね。じゃあこれね、楕円曲線の、同種写像を求めるコードっていうのが実はここにあって、正時マスを使うとね、簡単に作ることができるんだよね。まずはね、有限体 F を作って、その後、各種パラメータで楕円曲線を作りますと。で、その後、点 P を求めて、この P っていうのが、右に書いてるんだけど、位数が2だ。だから、2で一周するようなパターンのやつだね。で、その後、楕円曲線 E と、その G だね。G との元になる点 P を渡してるんだけど、これは。で、ファイを求めますよっていうところだね。で、その結果として、この、同種写像、ファイを求めることができてます。実はコードに落とし込んでみるとそこまで難しくないんだよね。で、このファイっていうのが、実は上で計算してるんだけど、よいしょ。元々の点 P っていうのを、潰しているので、こんな感じで、これ無限点表してるんだけど、これ無限点になりますよって。で、元々の楕円曲線は y2 乗イコール x3 乗プラス 100x っていう。これマイナス1が、101のマイナス1だから100になるよね。で、コードメイン、つまり行き先っていうのが y2 乗イコール x3 乗プラス 4x っていう楕円曲線になっている。これだね。になっていると。で、ファイを、このレーショナルマップスっていうね、有理関数で表すことができて、これもね、さっきのような形式になっているよね。分数で表すことができて、x と y でシンプルな多項式で表すことができる。このスライドの下に書いてるんだけど、この形式のファイになることができますよっていうところで、これでね、さっきの制約を、満たすようなファイを求めることができましたっていうところだね。で、次に、その同種写像暗号を暗号として使う上での必要な要素なんだけど、この左の E から、ファイを作ってね、E' を求めるっていうのはすごく簡単なんだよね。なんだけど、E と E' から逆にね、ファイを求めるっていうのはすごく難しい問題なんですよっていうところがね、今言われているところで、なので、この非対称性だね、E から E' を求めるのは簡単だけど、E' からファイを求めることが難しいっていうのを使って、その非対称性から鍵交換であったりとか、公開鍵交換だったりとか、そういったものをするっていうのが、同種素像暗号の基本の考え方。じゃあもう少し具体的にこの同種写像を使った暗号の方法、鍵交換の方法だねっていうのをこれから説明していくことにしよう。それじゃあね、具体的にこの同種写像を使ってどうやって鍵交換をしていくのかっていうところのアルゴリズムを紹介していこう。一つ目が SIDH、スーパーシンギュラーアイソジニーディフィーヘルマンっていうものだね。まず、共通の楕円曲線 E0 から始まりますと。で、アリスはそこからね、点を選んで、それを角として家を作る。
ボブも、点をね、秘密に選んで、それを確認して、断極線を作る。で、その後、EA と EB をアリスとボブの間で共有して、で、ボブはまた、ボブの持ってる秘密の核を使って、また断極線を作る。アリスはアリスの持ってる秘密の核を使って断極線を作る。そうすると最終的には同じ形の断極線になる。実は最初から同じ断極線になるとは言ってなくて、同じ形のって言ってるのには若干意味があって、完全に同じパラメータの断極線になるとは限らないんだよね。実際には同型って言われるね、同じ形かどうか判別する方法っていうのがあって、それっていうのがその J インバリアントって言われるものなんだけど、この値が一致すれば同じ形ですっていう風に見なすことができて、その範囲内でね、同じ値、同じ形になるっていうところだね。で、アリスはさっきプロトコルからさ、何回で一周する点が与えられますっていう風に言ったんだけど、この EA とか EB っていうのは具体的に後で値が入るんだけど、アリスっていうのは、2の EA 上で、一周するような点を使って角を作るっていう意味でね。そういう点のことを、E2A 上トーションとか言うんだけど、そういう風な点を使って角を作ると。で、ボブも同じ要領で、3の EB 上トーション、3の EB 上で一周するような点を使って、ファイを作るっていう風なイメージだね。で、具体的なソースコードっていうのはここに書いているんだけど、ここでは詳細には説明しないので、後でね、この説明を受けて、こういう風に実装するんだっていうところの他に使ってみてほしいと思う。で、もう少し、詳細に、SIDH のフローがどうなってるかっていうところをね、説明していこうと思う。まず共通のセットアップだね。2人で使う最初のスタート地点の楕円曲線と、あとは2の N 上で一周するような点 P と Q、3の M 上で一周するような点 P と Q をそれぞれアリスとボブで作って公開する。で、アリスは、ある秘密の変数 M を、手元で持っておいて、で、P プラス MQ で、スタート地点を決めるんだよね。で、この P と Q が2の N 乗で一周するような点になっていると、こういう風に計算しても、これ出てきた点っていうのは、2の N 乗で一周する点になるから、これで OK っていう形だね。で、これを角にして、楕円曲線の同種差像を作る。ボブも同じ要領で、P と Q を、こんな感じの式で計算して、で、また3の M 乗で新たにね、一周するような点を探す。それをベースにして角を作って、で、同種差像を求める。で、ここでこの出てきた後の EA っていうのはこの K を角にしてるからこんな感じになるし、EB の方は KB を角にしてるからこんな感じになるね。で、この後、アリスからボブからアリスに渡す値はこんな感じになる。これも全部公開されてる値になるね。アリスからボブに渡すのは、出てきた EA と、あとはね、この PB と QB っていうのを、このファイでかけたんだね。で、ボブからアリスに渡すっていうのは、まずボブができた EB と、あとはね、このアリスが使ってたこの PA と QA をこの 5B かけたものだね。をアリスに渡した。で、それぞれもらった値をもう一回ね、この青いやつが、ボブからもらったやつ、ボブの赤いやつがアリスからもらったやつなんだけど、こんな感じで、秘密の MA、秘密の MB を使って計算し直して、で、もう一回、その同種像を作り直す。で、すると、最後に出てくる、この EBA と EAB っていうのは、同じ値になるんだよね。で、こんな感じで計算すればいいんですよ。なんか計算方法はなんとなく理解できるんだけど、なんでこれで同じ値が共有できるのか理解できないっていうのが多分みんなの気持ちだと思う。それを今から説明していこう。ただ、その前に、一個みんなが思ってるであろうことを一つ説明しよう。曲線以外にいろんなもの共有してないと。さっきアイソジェニーって楕円曲線と楕円曲線の間の写像で楕円曲線と、楕円曲線が与えてそっからファイを求めるのは難しいですよっていう前提の話をしたよね。
なんか PA と QA とか PB、QB とかなんか PHPB、PHA、QB とかなんか余分な情報が公開されてるじゃん。これいいのって思う人がいるかもしれない。それの結論を先に説明しよう。ダメ。あ、そっかダメなんだと。じゃあこの SIDH っていうのはそのダメなものをこうなんとかしてね防ぐ手段があるんだなって思う人がいたかもしれない。いない。じゃあ SIDH っていうのはダメなプロトコルなのって思う人がいるかもしれない。そうこれは、使ってはいけません。なんとね、こういった余分な情報から、復元する方法がですね開発されておりまして、この DB ヘレマンの書き交換は使ってはいけません。なんだけど、プロトコルとして面白いか説明するっていうのと、後で説明するこれを改善したプロトコルでは、うまいこと言ってるので、そっちで、担保してもらえるといいかなというふうに思います。それじゃあね、さっきのプロトコルっていうのを図解で分かりやすく説明していこう。まず共通のスタート地点 E0 があるんだよね。で E0 の上に KA を探してで PHA を作ります。で同じ要領で PB、QB から KB を作ってでその後、EB を作ります。ここまではさっきまでの話を聞いてればそこまで難しくない話だと思う。でこの後何をやりたいかっていうとこの K の点をね 5B を使って EB の世界に移動させてあげたいわけで、これをするためにどうすればいいかっていうと最終的には 5B の、KA を求めたいんだよね。ただこの 5B っていうのはさボブにしか持ってないものじゃん。で KA っていうのはアリスにしか持ってないものじゃん。だからこれっていうのを計算することができないんだよね。でそこでどうするかっていうとこの phi の順動形成っていうのを使うわけ。KA っていうのは思い出してみると PA プラス MAQA だよね。でこれを順動形成を使って整理し直すとこうなるわけで PA と QA っていうのは公開されてて MA だけ秘密の値だから PA、QA 自体はこうボブでも取ることができるんだよね。でボブになんでこの PA、QA を 5B かけてもらったことを送信してもらうことによってこの EB 上の、KA っていうのを求めることができるわけでこの EB 上の KA を使ってさらに、phi を求め直して、楕円曲線を求めるということをする。同じ要領でアリスに PA、PB、QB を phi かけてもらったものを送信してもらう。でそれでこう EA 上の KB っていうのを求めてあげてでそれを使ってもう一回角を使って phi を求めてやると楕円曲線を作ることができる。でこれっていうのはどういうことかっていうと K を確認した後に KB を確認する KB を確認した後に K を確認するっていう形になって結局最終的には同じ角で、作った同種差像で、できたものを共有する形になるから同じ楕円曲線になるというところだね。でこれで本当に同じ形で共有できるのってさらに疑いがある人は、もっと後のね動画で詳細な証明とかを説明しようと思うので今日はざっくり同じ角をこんな感じでね同種差像をかけてやると同じ形になるんだなっていうところで許してほしい。最終的にこれっていうのも厳密に同じ形になるんじゃなくて、J インバリアントで表されるその同型の楕円曲線の形になりますよっていう補足があるというところだね。それじゃあ次はね、残念な SIDH に代わって、もう少し、安全な CSIDH、C サイドって言われてるものだね。それを説明していこう。C サイドの C は、コミュテーティブスーパーシンギュラーアイソジェニー・ディビー・ヘルマンの C だね。コミュテーティブの C。で、これ、なんかざっくり全体見てもらうと、さっきの SIDH と違って、phi の PA とか PB とか、なんかそういったものが共有されていなくて、純粋に、
楕円曲線だけ共有しているので、安全っぽく見えるよね。これだったら、確かに、楕円曲線同士の、アイソジニーがね、特定することが難しかったら、難しそうに見える。ただその代わり、なんか怪しげな記号がたくさん出てきちゃったね。X の C、SIDH とか、あとなんか、こうよくわかんない、記号とか、なんかよくわかんない星みたいな演算子とか、いろんなものが出てきてしまっているので、今日はちょっとここまで詳細には踏み込まないんだけど、ざっくりどういうことがしたいプロトコルなのかっていうところを紹介していこうと思う。それじゃあね、ちょっと具体例を挙げつつ、イメージをね、説明していくことにしよう。今回は419の素数で余りを取った有限体の上の楕円曲線を考える。で、スタート地点は y2 乗イコール x3 乗プラス x の、楕円曲線からスタートする。そっからアリスは3トーション、3で一周するような点を探す。で、3で一周するような点を角にしてアイソジニーを作るんだけど、それを3アイソジニーっていう。で、この E0 から始めて、で、3トーションから作られるようなアイソジニーを、作っていくんだけど、その中で、遷移先がちゃんとこの419の有限体の上に乗るやつっていうのは、今回はね、2つしかないんだよね。こうなるように、うまいこと、この P の値とかをね、調整してるんだけど、今回は2つしかない。実際には候補は、4本あって、で、この有限体の上に乗らないやつまで含めると、3アイソジニーの場合は4本あるんだけど、その中で、これの有限体に乗るのは2本だけっていうところだね。一般に L トーションから作られたアイソジニーっていうのは L プラス1本グラフ、エッジが伸びるようなイメージだと思っておいてほしい。で、こんな感じで、2つの楕円曲線が見つかりましたと。じゃあせっかくなんで、この見つけた楕円曲線からさらに同じ色で、3トーションを見つけてアイソジニーを作っていくと、こんな感じになる。この2個しか見つかんないんでね、また。で、これをぐるーって回していくと、こんな感じになって、最終的には綺麗に一周してくれるんだよね。これが E0 から始めて3アイソジニーを辿っていって、かつ、419のモッドで綺麗に乗るようなものだけを集めたもの。で、これがまさに、さっきのパブリックセットアップの中にあった XCSIDH って言われる楕円曲線の集合になるんだよね。じゃあ次は、5アイソジニーを見ていこう。つまり、5トーション。5で一周するような点を見つけて、それを角にして楕円曲線を作るよっていうものだね。もちろん、遷移先は異なる。E0 から始めると、ここになる。E220 になるね。あ、説明し忘れたんだけど、この E の下の添え字っていうのは、y2 乗イコール x3 乗プラス ax2 乗プラス x の a の値を示しているものだと思っておいてほしい。じゃあこの E220 からさらに5アイソジニーを探すと、こんな感じになってっていう風になって、でこんな感じで綺麗に一周する。ちょっと途切れちゃったので E158 から再開してみるとこんな感じになって、で E410 を探すとこんな感じになる。3アイソジニーでこう一周した点から外には出ないんだよね。外には出なくてこんな感じで中で完結してくれる。じゃあ次5アイソジニーを見ていこう。E0 から始めて、で次、E75 に遷移する。E75 から E379 に遷移する。これも5アイソジニーなので、6本候補はあるんだけど、この、419で余りを取った世界の上に綺麗に乗るのは2本しかなくて、それぞれ2本ずつしかなくて、こんな感じになる。なんで2本しかないかっていうと、そういう風になるようにうまいことパラメータを設計してるからだね。で、こんな感じで綺麗にグラフを作ることができるんだよね。それでは最後に、これを使ってね、どうやって、アリスとボブは何を計算していたのかっていうところを説明していこう。具体的に言うと、さっきの図の中にあった GA 星 E0 みたいな謎の計算方法でね、ここの中身を説明していく。でまず、アリスとボブは秘密の値として、3アイソジニー、5アイソジニー、7アイソジニーをどうやって動くのかっていうところを秘密の値として持っておく。例えば、アリスの場合は、3アイソジニーを正の方向に2回、5アイソジニーを負の方向に1回、7アイソジニーの上を1の方向に、正の方向に1回。
ボブはちょっとサボっているので、3も5も7も全部正の方向に1回ずつ動きますよっていう風なイメージだね。で、正と負っていうのは1に定まる方向なんだなっていうところで、今日はそれくらいで覚えておくと OK。じゃあまず、アリスの方から、イメージを説明していこう。E0 から始めて、で、正の方向に2回動きます。で、その後、5アイソジニ、この黄色い線だね。黄色い線の上を負の方向に1回動く。で、最後に、この、青い線だね。7アイソジニの上を、正の方向に1回動く。すると、E の245っていうライン曲線を求めることができたね。じゃあ、同じ要領でバブンを計算していこう。まず、3アイソジニーを正の方向に1回。5アイソジニーを正の方向に1回。7アイソジニーを正の方向に1回。すると、終着地点は E の275になる。ここで、アリスとボブが共有するのは、このアリスが求めた E245 とボブが求めた E275 だね。これを互いに交換する。じゃあまず、アリスは、E275 っていうのを、もらったとしよう。すると、またさっきと同じようで、こっからさらに正の方向に2回。で、5アイソジニーを負の方向に1回。で、7アイソジニーを正の方向に1回。すると最終的には E390 っていうところに終着する。で、ボブも、さっきね、E245 っていうのをアリスからもらっているので、同じ要領で、245から正の方向に1回。228から5アイソジニーを正の方向に1回。で、E174 から、7アイソジニーを正の方向に1回。ってすると、アリスもボブも最終的には E390 と同型のライン曲線にたどり着くことができるんだよね。こういう風にすると、同じ値を共有するっていうところがね、イメージがついたかな。で、かつ共有している値も、SIDH と違って、全然ね、ライン曲線以外の情報を渡してないので、結構積夜っぽく見える。ここまでで、今日説明したかった SIDH、CSIDH、同種差像ってどういうものなのっていうところの概要は、以上になるね。とはいえ、まだまだね、ちょっと細かいところが気になるところ、たくさんあると思う。例えば、SIDH では、アリスは2の EA 乗、ボブは3の EB 乗で、の当初を求めますよっていう風に言ったんだけど、なんでそういう風な点を選ぶ必要があるのかであったりとか、具体的にどういう風な、方法で、こう P を選んだのかとか、あとはね、本当にこれって安全なのとか、あと、ベルの公式でアイソジニーを求めたけど、あれってどういう風な仕組みになってるのとか、同種像ってなんか、どういう風な、攻撃方法が提案されてるのとか、本当に難しいのとか、いろいろあると思うので、もし、この話を聞いて、同種像暗号に興味が持ったよっていう人がいたら、YouTube のコメントとか、あとは高評価とか、あとね、再生とかいろいろしてくれたら、次動画を作るやる気が出るので、ぜひそういうことをしてくれると嬉しい。あとね、X での共有とかもしてくれると嬉しいな。そうするとね、モチベが出て、次の動画を作ることができるので。というところで、今日はね、同種像暗号の話でした。またね、会える日を楽しみにしてるぞ。バイバーイ。さよなら。チャンネル登録と高評価もお願いします。